クリスマスの第三勢力パネトーネ。全然関係ないけどさ、このフォントのさ第3の3の字ちょっとなんかね、いびつな感じするよねドキュメント訂正おばさん皆さんの周りにいますでしょうか今日はですね、イタリアのクリスマスのパンパネトーネに挑戦していこうと思うんですけれども、材料こちらですね。でね、はいそういうことなんだってらしいからちょっとやっていきます。まずね、左側にありました種の方をホームベーカリーのパン生地コースで一回混ぜていきますね。これです。で、次に右にありました方をこれに加えて2回目回していくっていう段取りで西尾和夫でやっていこうと思います。でね、本来パネトーネっていうのはパネトーネ種なるもので作るらしいんですね。ただ今日はドライイーストで代用していこうかなと思います。では2回目ですね。で、そのパネトーネ種っていうのがなんかね、生地 1g あたりに1億個の乳酸菌が入ってるっていう話でなんかさ、乳酸菌ってさ急に数バカにならへんでも白身入らへんように必死入ってもんだけどね、なんかさヤクルトとかもそうですけど1兆個みたいなさ、急になんか天文学的な数字出してくるよね。で今日はポイント、マーマレードをね入れてみます。どうやらちょっと粉入れるの忘れてました。イタリアのパンということでオレンジとかレモンとかそういう皮を入れるらしいんですね、本当は。だけどそれをマーマレードで代用していくっていう感じで作っていこうと思います。では2回目回していきますね。綺麗ですね。で、チョコレートをてんこ盛り入れていきます。イタリアではね、なんかそのチョコ入れが人気っていうことでした、私のネット調べによるとでね、この型ですよ。小さめの型はね、なんか売ってるのを見かけたんですけど、私やっぱりね、このちょっと大きいのを焼いてみたいということでオーブンに入れて測ったらね、高さ11センチぐらいということだったので、ちょっとこのケーキ型に増設して、ちょっと高めの壁をね、進撃の巨人みたいな壁を作ってみようかなと思いますね。あんな狙い定めてな不発っていうことあるんや。いいですね。はいはい、 OK です。我が家ね、上が熱源なのでちょっと近いですけど、アルミホイルとかしてね、ちょっと今日はやってみようかなと思いますね。じゃあ2回目もできました。結構ね、ドゥルンドゥルンなんですけど、先生のねお手本だとか他のイタリアの方のレシピもちょっと見てみたんですけど、結構こんな感じでしたね。ただね、型のサイズ感は完全に間違えてますねでかかったな型がね。でこのウォールマリアもね、ちょっとこんな高さいらんかったね。3時間ぐらい待ってね、ちょっと膨らんだんだけどね、完全にこのケーキ型だけでよかったよねこのね、あんな頑張って紙で増設したけど、多分ね型だけでよかったね。膨らみがちょっとあれかな、先生のもこんな感じではあるけど、もうちょっとね、なんかふっくらしてくれたらよかったなとは思いましたけど、とりあえず焼いていきましょうか170度で
焼いてみました。どうなんだいこれはどうなんだいまずね、この紙はいらなかったね。でね、これでね、逆さまにしてイタリアでは吊るしとくんだって。ただ今日はまあ取ったけど、チンチクリンだなチンチクリンさんだね。あ、でもね、高さは11センチありますね。そっか、直径が大きかったんやな、やっぱ型のね。ただね、見た目ちょっとジンジクリンになってますけど、めちゃくちゃいい香りはしてますね。なんかクリスマスっぽい匂いがしてますね。どうですか？黄金色じゃない？なんかね、パネトーネって黄金色になるんだって。結構黄金色。パンみたいにね、もっとこう綺麗に膨らんでたらよかったし、ちょっと上の方ね、なんか詰まってる感じあるけど。いただきます。味はめちゃくちゃ美味しいよ。ね、なんかもっとふわっとしたパネトーネにはなってないけど、すごいなんかね、やっぱりマーマレードとチョコレート入れたからかな、なんかちょっと華やかな味がしますね。すごいクリスマスっぽい。あとね、ちょっとバターとか卵とか多かったのかな。この型も多分ね、必要なかったしね全然必要ない型一生懸命作ってたけど、ただね、初めてにしてはね、すっごい十分満足のやつができました。ちょっとね、クリスマスの感じを11月まだ初めですけど感じられましたね。皆さんもぜひ好きなね先生とかいらっしゃいましたら、そのレシピを参考に作られてみてはいかがでしょうかということで、本日の動画ここまでにしたいと思います。本当にご視聴ありがとうございました。また見てね。バイバーイ。